皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、今中東で起きているイスの国とハマ部隊との紛争について、その背景にある根深い事情について触れてみたいと思います。と言っても決して正解というものはないと考えられますので、あくまでも過去の歴史的事実から考えられる可能性としての話となります。しかし、これらのことを掘り下げていくと、世界経済フォーラムが掲げるアジェンダ2030にもつながる話にも思えますが、我々日本人からするとかなり異常なことに移ることは間違いありません。そして先の大戦で行われた東京大空襲や広島、長崎への原爆投下にも通ずるものがありますし、この後述べる彼らの計画はまだ進行中であるという事実をしっかりと理解しておかなければ身を守ることはできないと思います。決して都市伝説などというレベルの話ではありませんので、今後のますます混沌とする世界情勢がどのような方向に進むのかの参考にしていただければと思います。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、皆さんは2023年10月7日に起きたハマ部隊によるイスの国への攻撃が起きた際、イスの国の官僚が言っていた言葉を覚えていますでしょうか。それは10月9日のイスの国のガラント国防相の発言でしたが、我々は人間の面をした獣と戦っているというものです。さらに、イスの国のコーエン駐日大使は東京で行われた記者会見で、イスの国を攻撃したハマ部隊を獣、野蛮人と呼んでその行為を非難していました。その後のイスの国によるガザガザ地区への攻撃は凄惨を極めており、兵糧攻めや地下トンネルへの海水注入などにはびっくりしました。個人的には兵糧攻めというのが一番非人道的な戦法、戦術であると思います。人を殺めることはどれも良くないことに決まっていますが、特にそう思います。ただイスの国が悪いのかハマ部隊が悪いのかということを判断することは、そもそも私たち庶民には判断材料となるような情報もないし、白黒つけても意味がないと思いますので、この動画ではその部分の話にはフォーカスしません。私の好奇心は、なぜ先ほどのガラント国防相が発言したような差別的な思考をするのかというところです。この発言を聞いた時には背筋が凍るような思いがしましたし、戦慄が走りました。今回の内容は、もしかするとこのプラットフォーム上では歓迎されないことなのかもしれませんので、いつにも増して隠語だらけになるかもしれませんが、ご理解いただきたいと思います。そういえばこの隠語についてコメント欄にご視聴の方からご意見がありました。他の YouTube チャンネルでは、私が隠語にしているワードをそのまま発信していても何の問題も出ていないし、隠語の使用の必要はあるのでしょうかというものです。そのことについては、皆さんにも聞きづらい状況になっていることと思いますので、大変申し訳なく思っているところなのですが、こちらのプラットフォームでは発信内容についてのチェックが日増しに厳しくなっています。私もかなり神経を使って動画作成していたにもかかわらず、過去に2回バンされたことがあり、3回目はチャンネルの完全削除の状態にまで追い込まれました。このペナルティは一定期間規約違反しなければ順次違反カウントは消えていくシステムになっているので、今現在は警告1回という状況にまでなりました。何なら言ってもよくて、何を言ったらダメなのかというのは、運営側に問い合わせても回答してくれないというのが普通で、自分で考えなければならないというわけです。なので多くの情報発信者というのは探り探り動画を作成しているのが現状です。そして厄介なことに、これも明確に運営側はその是非を明言しているわけではありませんが、頻繁に規約が改定される中で、過去の動画まで遡ってチェックしているのです。そのような事情があるため、何を隠語にするかは、発信者の運営方針によるところが大きいので、発信者によってかなりの差が出ていることになっています。最終的に責任を負うのは発信者なので、自分で考え判断するしかないのです。国名すら隠語にする必要があるのかと思いますが、そこまで考えざるを得ないほど疑心暗鬼になっているということをご理解いただけたらと思います。話を戻しますが、イスの国がハマ部隊、そしてパレス人に対しての感情というのは、ガラント国防相の発言通りです。それは10月7日にハマ部隊によって自国民が被害に遭ったからそう言っているのではないというところが問題となります。では、何がその発言に影響を及ぼしているのでしょうか。それはイスの国の宗教に関係があります。彼らはユで始まりヤで終わる人種であり、その宗教の影響を受けています。そしてその彼らは、前の動画でも言いましたし、皆さんもご存知であるように偽物です。
これを言われるのが彼らにとっては最も忌み嫌うことなのですが、真実です。真実ですが、タブーになっている話題です。偽物があるなら本物があるのではということになりますよね。本物というのは正当という表現になるのですが、パレス地区の中にいます。正当である人たちは、偽物である人たちにとってはその存在を消し去りたいという存在です。正当である人たちというのは、不遇な人生を送っており、パレス地区の中でも二級国民的な扱いをされています。ちなみに世界中で一番正当のそれがいるのは日本だと言われています。だから邪魔なのだと思います。そこはまた機会があった時に動画にします。その不遇な状況にいる彼らが今現在の苦境をどうして耐え忍ぶことができているのかというと、旧約聖書に示されている未来を信じているからです。旧約聖書では、偽物によって世界は牛耳られてしまいますが、その悪は滅びるという内容のことが書いてあり、今の不遇は創造主に与えられたものであると信じているのです。そこのところは今回は触れずにおきます。その彼らの信じている「ゆ」で始まり「や」で終わる宗教というのは大変有名であり、聞いたことがない人というのはいないのではないでしょうか。そしてその戒律も非常に厳しいことも知られています。しかし、その教えには「ゆ」で始まり「や」で終わる人種以外の存在は獣であるという教えがあるのです。その部分については私は知りませんでした。どちらかというと、彼らの度重なる試練を乗り越えて世界で成功しているという生き様に尊敬の念を抱いていたくらいでした。実際のところは、自分たちの種族が世界を支配するべきという思想が根底に流れているのです。ですからどんなに残忍な方法で命を殺めても正義とされているのです。相手は人間ではないからです。その教えの源流はタルムードにあります。タルムードのことも今回は割愛しますが、今現在起きていることというのは一つの長い歴史の中での一コマであり、それを理解しないと今後はどうなるかの予想もつかないと思います。それにしてもたったこれだけのことでも驚くのではないでしょうか。ところが驚くのはまだ早いです。ちょっと歴史を遡ってみますが、ドイツにはヒトラーという独裁者がいました。彼のイメージについて皆さんはどのように理解していますでしょうか。そうです。一番有名なのは「ゆ」で始まり「や」で終わる種族に対しての大量なんとかですよね。アウシュなんとかというところで有害な期待で人をこの世から消した罪で有名です。ところが、彼に対するイメージはある意図を持って刷り込まれたプロパガンダだったらどうでしょうか。つまり歴史的に何が起きていたかというと、大量なんとかをされていたのはドイツ人でありゲルマン民族であったという事実です。動画の尺の関係やタブー的な話になる可能性があるので、ざっくりと固有名詞をなるべく明らかにせずに話をしていきます。そもそも「ゆ」で始まり「や」で終わる民族が12部族に分かれて世界中のあらゆるセクターを支配していることは有名な話ですよね。12部族というと「ロ」から始まって「ド」で終わる、聞けば誰もが知っている家系があるわけですが、「ゆ」で始まり「や」で終わる種族は何を計画したかというと、世界中の民族を一つにして世界統一政府を作ろうと計画を始めました。どのくらい前の話かというと、1922年頃となります。その方法は、ヨーロッパ人をアラブ人、アフリカ人、アジア人と交配させ、混血化を促進して人種差別という概念をなくしていき、同時に自分たち種族に対しての差別的意識も失わせていくというものです。しかし自分たちの種族は、絶対に他の民族との混血になってはならないとしています。このことは現行のイスの国では他の民族との結婚は違法ですが、パレス地区にいる正統の種族に対しては適用していません。正統側の血を薄めたいからでしょう。このように「ゆ」で始まり「や」で終わる民族が世界中の富を独占しており、世界統一政府を作ろうとしているわけですが、冒頭で言ったようにその目的を達成するために用いる手段は、ドイツ国民に対しての強制的な子供を授からない体にすることであり、異民族との結婚の促進です。なので EU 諸国での違法難民問題は彼らが仕組んでおり、アメリカやカナダでも起きている違法移民問題は彼らの計画の一部です。もっと言えば EU の設立自体もその計画の一環と言われています。 EU の構想原案は誰が行ったかというと、カレルギーという男で、その構想にルーズベルト、チャーチル、スターリンが大絶賛し、その計画の実行に一役買っているのです。この3人というのは、ルーズベルトはアメリカ、チャーチルはイギリス、スターリンはソ連ということで敵対していた国同士ではなかったでしょうか。つまり第二次世界大戦を戦いながらも、その水面下では世界を共産化、全体主義化にするために手を組んでいたということになります。その EU に関しても少し触れておきますと、
ユで始まりヤで終わる民族が12部族いるわけですが、 EU の国旗にはそれが表現されています。またストラスブールにある EU 議会の建物はヘブライ語でバビロンを意味するバベルの塔をモデルにしています。この建物は反キリスト教主義権力への依存、世界的な人類の多様性の破壊、そして専制政治の段階的な導入を象徴しているそうです。またギリシャ神話も持ち出しており、それによるとエウロパは美しいフェニキアの王女でした。エウロパはゼウスの目に留まり、ゼウスはすぐに花と花びらで飾られた魅力的な白いお牛に姿を変えました。魅了されたエウロパはお牛に乗り込んだが、お牛はそのまま彼女をクレタ島まで連れて行き、そこでエウロパを犯しました。そうしてエウロパはその後クレタ島のミノス王を生んだという話があります。この彫刻はストラスブールの欧州議会の外にあり、ヨーロッパの誘拐と呼ばれています。このように彼らは勝ち誇ったようにその計画を象徴するようなシンボルを掲げます。冒頭のヒトラーの話になりますが、彼はドイツ人の大量なんとかに関する計画の事実を知り、自国を守るために立ち上がったということも一つの事実として押さえておきたいと思います。ニューヨーク生まれのアメリカ人でユで始まりヤで終わる人であるセオドア・カウフマンは1940年末にドイツは滅びるべきだという本を書いています。ヒトラーがその計画を知ったのはアメリカが第二次世界大戦に参戦する丸1年前のことです。またドイツでユで始まりヤで終わる人が大量に何されたという話が出回るずっと前のことです。その本でカウフマンはドイツ人の大量何やらを主張しました。そして妊娠可能な年齢のドイツ人男女4800万人の完全なる何を要求したのです。そうすればドイツのナショナリズムと誇りは2世代で破壊されるだろうと彼は説明しました。今回この話を取り上げたのはドイツが行ったことが全て正しかったという議論ではなくて、今起きているイスの国によるガザガザ地区への執要なまでの攻撃や、国防省が言った相手は獣であり人間ではないのだから何をしてもいいという発言の裏には何があったかをかなりはしょってしまいましたが、お伝えしたかったわけです。歴史というのは一見全く関係がないことでも、実はある思想や計画によって一つのストーリーであることが理解できてきます。そしてそのストーリーはまだこれから続きが待っているということですから、身を守るために活用していきたいと思います。いかがだったでしょうか。今回はろくでもない輩たちのおぞましい計画の概略をはしょって説明しましたが、内容的に真実に近づくとバンされる可能性がありますので、今後もぼかしながらお送りしていきたいと思います。最後に付け加えますと、第二次世界大戦末期、ドイツの町は連合軍による凄まじい空襲によって多くの命が犠牲になっており、その数には諸説ありますが60万人の命が失われています。これは戦後に連合軍のパイロットの証言からもあまりにひどい攻撃であったことが証言されており、明らかに民間人を狙った戦争犯罪だったことは明らかでした。これを聞くと東京大空襲をはじめとした全国規模で行われた空襲や原爆のことと重なるわけですが、これらの攻撃も明らかに非戦闘員への攻撃でした。これらはユで始まりヤで終わる種族による世界統一政府を作るための大量なんとかの一環ではないかということが考えられます。このチャンネルでは私たちは小さい頃から刷り込まれてきた嘘を明らかにしていきたいと思い情報発信を始めましたが、とことん真実に迫るということは限界があったとしても、今回取り上げた内容は仮説でもなければ都市伝説でもなく全て証拠がある情報です。その中でヒトラーによる大量なんとかというものにもその事実を疑いたくなるのですが、調べてみると平成元年5月20日に参議院議員の小西博之議員によって質問がなされています。何もなかったとは思いませんが、私たちが教え込まれているような内容ではなかったのかもしれません。こうして調べてみると着実に私たちは間引かれていくという計画の中で生きていることは間違いなさそうです。しかしこうして庶民である私がインターネットを通じて真実に触れることができるということは、ろくでもない輩たちの支配力、影響力というのは弱くなってきているのかもしれません。おそらくそれも真実でしょう。最悪のシナリオを避けるには一人でも多くの人が、少なくとも私たちは騙されてきたという事実を知ることが一番の早道だと思います。そして中東情勢の悪化はおそらく長期化するでしょうし、今後私たちの生活や経済状況に悪影響が出てくる可能性に対して、食料備蓄や日用品の備蓄を行って備えていくことが大事だと思います。ぜひあらゆる可能性を考えて対策し、大難を小難に変えて生き延びていきましょう。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、
皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。